三面投下の原則についてご案内をできればと思いますね。仕事をするというのはですね、私たちは権限、責任、義務、こういったですね、3つの点を意識をしながらですね、仕事をする必要がありますということなんですね。権限っていうのは何かと申しますと、目標達成のためにリソースを効果的に活用する権限を私たちは持ってますということなんですね。で、ただじゃあこの権限ね、持っていればただいいのかというと決してそうではなくて、必ず権限には責任と義務が伴いますということなんですね。じゃあ責任というのは何かというと、これはですね、結果に対しての責任ですね。必ず目標を設定をしたら結果が求められますのでね、結果目標を達成するということが責任として挙げられますね。すなわちその結果目標を達成したか、あるいは達成しなかった場合においても説明責任というのが求められますというのが責任です。続いてじゃあ義務っていうのは何かというと、これは結果目標を出すにあたってのプロセス、あるいはアクション、行動、こういったものですね。ですから義務っていうのはプロセス目標を達成するために行うべき行動、ね、やるべきことをやるんだということなんですね。すなわちこの3つ、権限、責任、義務、これが正三角形の三面投下であるというのがまず仕事をするにおいては基本中の基本ということなんですね。で、これを部下育成という視点で見るとね、エンパワーメントっていう言葉がありますね。エンパワーですから、パワーを上げるっていうことですね。だから権限を委譲して、部下が責任ですとか義務ですとか、こういったものを果たす支援をすることをエンパワーメントというふうに言いますね。ですから、この場合は、一時的にですね、三面投下を意識的に崩して、部下の成長を支援をするという意味合いになります。ね。マネジメントをしている立場の人はやっぱり部下が期待に沿う仕事をしているかどうかっていうのを確認をしていく義務がありますよねということです。ね。部下育成という視点でいくと、権限という意味で言うとリソースの活用、すなわちリソースイコール部下、ね、部下を活用する権限があります。一方で責任、ね、部下の成長に対しての責任があります。義務、ね、部下の進捗管理、部下が仕事をしているときに、ね、定期的に進捗管理をする必要があります。この三面投下の原則を知っておくことでですね、またマネジメントとしての意識が高まるのではないかということで、今回はご紹介をさせていただきました。